さんこんにちは、ケケです。今回は、QR 配布ビルド、第21弾。姿勢鳥獣戦車になります。今作は砲塔と砲身を独立して稼働できるギミックを採用した、新式の戦車第1号になります。この砲塔、砲身分離のギミックは、百姓様によって開発されたものを参考に作成しています。このギミックはこちらの動画を参考にさせていただきました。また車体の表現にはビリビリで活動している、空外主演様のこちらの戦車のデザインに、強くインスピレーションを受けて作成しています。それでは必要な材料を見ていきましょう。では使用しているゾナウギアを紹介します。追跡台車が4つ。操縦桿が1つ。小さなタイヤが6つ。ゴーレムの頭が1つ。大砲が1つ。セリが1つ。この他に2馬車の車輪が2つ。ゴロンシティのトロッコが1つ。品川家の祠の燭台が1つ。イーガダンの車体が1つ。以上を使用します。ゾナウギア以外は基本的には、ゾナニウム再現でいいと思います。それでは実際に再現してみましょう。フル再現の際はゾナニウム消費は63個になります。外観はこのようになっています。重戦車らしく、重厚感のある見た目に仕上げました。それでは実際に操作しながら注意点の解説をしていきます。車体がかなり重く鈍重なため、操作のレスポンスは悪いです。ドリフトを行ってもこのように旋回半径は広めです。基本的には広い場所でゆっくり走行させるには問題ないですが、小回りが効かないので狭い道ではあちこちぶつかります。また重い車体と小タイヤの低馬力では、傾斜はもちろんちょっとした段差でもスタックしてしまいます。勢いをつければこのくらいの傾斜は無視できますが、基本は乗り越えられないものと考えてください。そして狭い道を通る際はスピードに注意するようにしましょう。フルスピードでぶつかるとその圧倒的な自重から自壊します。ちなみに下部の反りはタイヤの沈み込みを抑える目的でつけています。そして先ほども述べたようにこの程度の段差でもスタックします。見た目に特化したゆえの残念性能です。ハイラル平原などの綺麗な平地でドライブ目的で使用するといいでしょう。現在は翼と小さなタイヤがミニ化できますが、今後大きなタイヤがミニ化できれば、この戦車も大きなタイヤに換装できるので、戦車らしい安定した馬力の再現も可能になるでしょう。今後の発見に期待ですね。そして今回搭載したギミックの、砲塔、砲身の分離システムですが、砲塔自体がもげることなく戦闘を行うことができます。ご覧のように砲身のみ上に向くため、ゴーレムの頭の可動域を気にしなくてよくなりました。ただ今回は見た目重視のビルドのため、ある一定の高さを超えるとご覧のようにクソエイムになります。また致命的な欠陥として、前方に敵が来てしまうと、大砲がリンクさんを背後から撃ち抜いてきます。なんて素敵なの。それに加え敵が接近しすぎると可動域の限界から砲身がもげます。理由は旧リンクと圧着で砲塔から砲身をギチギチに詰めているためです。このあたり開発者である百姓様はうまく作成しているので、私も今後研究を続けていきたいところですね。そして注意点としてもう一つ大事な点がありまして、金属のパーツを主に使用しているため、落雷が直撃するとダメージを受けます。
また敵の雷属性系の攻撃で感電してしまうので、5来の兜はあった方がいいでしょう。あと移動する敵をエイムするときに、このように砲塔自体が左右に大きく揺れる時があります。あまりにも揺れが大きくなると自壊するので、そういった場合は操縦桿を一度離してリセットするといいです。そしてこのように敵が超至近距離に接近しすぎると、砲身を車体に押し付けすぎてもげます。一応この対策として大砲は旧リンクで接続しているので、この状態でも戦えるっちゃ戦えます。このように欠陥だらけの戦車に仕上がってしまいましたが、ビジュアルはいい感じにできたので、戦闘ではなくドライブ目的で使用するのが吉です。はい、雷属性持ちだとこのようにはめられます。5来の兜はあらかじめ被っておきましょう。いかがでしたでしょうか？今回は欠陥だらけですが、姿勢鳥獣戦車を紹介しました。平地を走る分にはとても楽しいですので、お気に召した方は遊んでみてください。それではお待ちかねの QR コードになります。こちらから読み取って受け取りをしてください。この作品の自作発言や無断転載、改変しての再配布をお控えいただければ、いかように使っていただいて問題ないので、良識の範囲内で楽しんでいただけたら幸いです。さて、今回はこの辺で締めようと思います。いつもコメントくださる方、とても励みになっています。チャンネル登録するかどうかはお任せするので、良ければもう一本他の動画も覗いてくれると嬉しいです。それでは今回も、ご視聴ありがとうございました。